こんにちは。今日は H2 の4000万画素対応レンズと対応してない非対応のレンズの比較をしていこうと思います。で、この問題は H2 だけじゃなくて、この後出てくる XT5 とかもね、おそらくこの子とセンサーは共通になると思うので、気になっている人も多いと思うので、今日は4000万画素対応レンズと非対応のレンズで実際に写りがどれぐらい違うのかっていうのを検証していく動画になります。はい、今回ね使ったレンズはまずこの4000万画素対応の 1655F2.8 これと、対応してない1680の F4 この2本のレンズでね、それぞれ写真を撮ってきました。もちろんあれですよ、前回と同じで、全部同じ条件ですよ。はい。なので、まだそっちを見ていない方は先にそっちの動画を見てもらってからの方が、この動画が理解しやすいと思うので、よかったらね先にそっちを見てください。はい。じゃあね、早速写真を見ていこうと思います。はい、最初はね円形の写真から見ていこうと思います。でこれが1655の写真で、同じ写真を1680で撮ったのがこれで、このサイズだとねちょっと違いが分かりづらいので等倍で比べていこうと思います。で、メーカーの言い方だと画面の中央部は、影響ないっていう風な言い方をしていたので、まずはね、この部分から見ていこうと思います。はい、これが等倍表示の写真で、今見てもらってるのが1655で1680がこれ並べるとこんな見え方で、1655の方はかなりクリアに映ってる、でそれに対して1680の方は、十分改造はしてるんだけど、こうやってね2枚並べちゃうとどうしてもね、差が出てきちゃう。で、今度はね画面の端っこの部分を見ていこうと思います。はい、これがそうなんですけど、まあね予想通りというか、どうしてもね、どのレンズにも言えるんですけど、画面の周辺部分って解像度が落ちていくんですけど、これ見ちゃうとね、1680が、非対応になったのがちょっと納得がいくというか、分かるというか、ただね、この写真円形の写真で、しかも等倍表示でこれぐらいの見え方なので、そこまでひどくはないというか全然ね、使えるレベルではないかなっていうふうに自分は思います。はい、じゃあね次はもっと近い距離で見ていこうと思います。はい、これが1655でこっちが1680でこれもね、等倍で比べていこうと思います。はい、これが1655、1680、1655、1680、1655。このねお花は本物じゃなくて、造花なんですけど、花びらのところにね素材のケバケバがついてるんですけど、逆にねこれが分かりやすくて、1655の方がねこのケバケバまでかなりしっかり写ってる。で、1680の方はケバケバもちゃんと写ってはいるんですけど、やや弱いというか、並べて比べちゃうと、1655の方がキリッと写ってる、そんな印象です。じゃあね、また画面の端っこの部分をね比べていこうと思います。はい、これが1655、
こっちが1680。並べるとこんな見え方で、やっぱりね、中央部分よりも差が大きくなっていて、1655の方はね、この青い花びらが一枚一枚しっかり写っているのに対して、1680は写ってはいるんだけど若干弱い、キリッとはしてない、ただね、当倍で見てこれぐらいなので、全然使えないレベルかって言われると全くそんなことはなくて、むしろね、自分なんかはこれぐらいの方がちょうどいいかなって思っています。はい。自分はあんまりカリカリな絵は好きではないので、自分的には1680は全然 OK だなっていうふうに思います。はい、じゃあね、最後にとっても簡単に分かりやすく説明していこうと思います。これが1655で、こっちが1680。並べるとこんな感じで、もうね、この距離感だと並べてもどっちも同じような見え方です。ここのね、メモリの見え方も、数字の映り方も画面の中央部分に関してはほとんど差がないです。はい。ただし、画面の端っこだと差が出てきて、どうしてもね、非対応レンズの1680だと解像度が落ちちゃう。なので、画面全体に解像感が欲しい人とか、あとトリミングをよくやる人なんかは、対応レンズを使った方がいいと思います。はい、ここでね、ちょっと実験をしてみようと思います。で、何の実験をしたかっていうと、このカメラね、高画素機カメラなので、デジタルズーム機能がついてるんですね。で、メーカーの説明の仕方だと、動画撮影の時に便利ですよっていう風な紹介の仕方をしているんですけど、この機能写真撮影でも使えるので、デジタルズームの画質がどれぐらいなのかっていうのを見ていこうと思います。で、やってることはね、簡単で、まずね、1680の 80mm で写真を撮ります。で、今度はね、1655でデジタルズームを使って80まで寄って、同じ画角で写真を撮ります。で、この2つをね、比べてデジタルズームの画質がどれぐらいのレベルなのかっていうのを見ていこうと思います。はい、これが1680の望遠側の 80mm で撮った写真で、こっちが1655のデジタルズームで 80mm と同じ画角で撮った写真で、これもね、中央部分を等倍して見ていこうと思います。これが1680で、こっちが1655のデジタルズームで、2枚並べるとこんな見え方で、ちょっとこの YouTube の画面でどこまで伝わるのか微妙なんですけど、全体を通して1655のデジタルズームの方は、良くないです。はい、ちょっとこれははっきりと言っておきます。改造はしてるんですけど、その上から1枚フィルターをかけたような見え方で、なんかもわっとしてます。はい。で、この画面で一番分かりやすいところで言うと、ここの窓の見え方とか、あとここの看板の文字の見え方とか、もうね、全体的に良くはないです。はい。で、やっぱりね、この機能は動画撮影の時にオーバーサンプリングで画質が得られますよっていうその機能だと思うので、はい。なので、写真撮影ではあまり意味がないというか、普通に撮影をしてトリミングしちゃった方が画質はいいと思うので、紹介しておきながら申し訳ないんですけど、少なくとも自分はこの機能は、絶対に使わないです。はい。
はい、以上がね、4000万画素対応レンズと非対応のレンズの比較でした。で、自分の実感というか、使った体感なんですけど、こうやってね、2本取り比べて並べて比較をすると、明らかにね、対応レンズの方が、画面全体を通して、4000万画素の解像感がしっかりわかる、そんな印象でした。ただね、1680が全然使えないかっていうと、全然そんなことはなくて、別にね、1680の方でもね十分かなっていうふうに思いました。はい、もちろんね単焦点とかと比べちゃうと、もっとねはっきり分かるくらい差が出てくると思うんですけど、自分は単焦点は全然使わない人間なので、1680で十分使えるってことが分かったので、個人的には良かったかなっていうふうに思っています。でちなみに、今回は1680の比較だったので、1680は個人的に OK だなっていうふうに判断しただけであって、非対応のレンズが全部問題ないかっていうとそういうことではないので、そこは勘違いしないでください。はい、実際ね、前回の動画でも、非対応のレンズで全然改造してない写真を紹介しているので、そこは間違えないようにしてください。じゃあね、今回は4000万画素対応レンズと非対応のレンズで実際の写りがどれぐらい違うのかっていう検証でした。ありがとうございました。さようなら。